それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは付き合いづらい対人関係について見ていきます。よろしくお願いします。今、対人関係、この人苦手だなって思っている人、この方とどのようにお付き合いをしていけばいいのかっていうところを見ていきます。今回タロットカード8枚展開していきます。それぞれの現状、相性、本心、そして課題、何がうまくいっていないのか原因、ここを見ていった後にこの付き合いづらいなと思っている方が今後どのように動いてくるのか、そして最後にアドバイスをもらっていきます。そしてルノルマンカードから今のお二人のバランスについてテーマとなるもの1枚、そしてアドバイスとして1枚もらっていきます。まずはこちら1枚ですね。そしてアドバイスです。はい、こちらは後で開いていきます。ではこちらで見ていきましょう。はい、まずこの関係性のテーマとなるのが家のカードです。一部の方ではご家族のことで悩まれている方もいるかもしれません。お家のカードが入ってますから、または自分の気持ちがざわざわしている、落ち着かないとか、そういうことも表しているかもしれませんね。あなたのところ現状世界のカードで、お相手のところ助教皇、2人のバランスのところでカップの7番、そしてあなたがペンタクル4番本心です。お相手の本心は女帝のカード、そして2人がうまくいっていない原因のところにカップの5番、相手のこれからの動きが戦車、そしてアドバイスカードにペンタクル8です。この8枚のカードを見ていると、2人の関係性っていうのが、一つはすごく仲の良い関係性、異性で恋愛関係とか好きな人っていう関係性かもしれません。そしてもう一つはご家族とかすごく親しい存在、お友達とか親しい存在で長いことお付き合いしているような関係性の方々、その方々と今うまくいっていないのかっていうところで見ますね。どうしてもあなたの中では譲れないものがあるんじゃないかっていうのが出てきています。ワールドに本心ペンタクル4番なので、ここだけはね、絶対自分の中では譲れないものがあるんだって、それに対してこの今の2人のバランス的に、ここカップの7番、悩み、葛藤とか妄想とかを表すカードが出てるので、曖昧なんですよね。はっきりしてほしいなって、このお相手が思ってることを素直に出してほしいとか、自分にちゃんと言ってくれたらいいのになっていうふうにあなたの中で思ってるところがあるんじゃないかな。またはこの人が考えてることや思ってることに対して、いや私それはね理解できないとか、しづらいな、分かりづらいな、分かり合えないなっていうところがあるのかもしれない。曖昧とかね、揺れているような、心が揺れるようなね関係性なんですよね。今のね関係性バランスだから、ここについてはねこれからも変わっていく可能性はあります。2人の現状を見ていてもお互い譲れないものがあるとか、喧嘩してるとかね、相性が悪いとかではないんですよ。これからうまく、これからもね付き合っていきたいんだけど、相手に対してがっかりしちゃうようなことがあったんじゃないかなっていう風に、ここのカップの5番が入っています。失望感を表すカードですね。期待していたんだけどその通りにならなかったっていうのが原因で、あなたの中ではこんな世界を作り上げたかった、だけどそうではなかったっ
っていうことに気がついたり、価値観の違いかもしれないしね、向いてる方向性が違ったのかなっていうところで、自分の中であれおかしいなっていうふうに少しねがっかりだわっていうふうに思うところもあるし、このお相手の本心見ていくと女帝のカードなんですよね。だから恋愛関係の方もいらっしゃるのかなと思ったんです。あなたとしてはお相手と一つの世界を作り上げていきたい、自分の中でこんな理想像を描いているっていうのがあるんだけど、実際問題この人の気持ちがわからないとか、よく見えないとか、悩んでるように見えるとかね、そういうところであれなんではっきりと言ってくれないのかなって、私のこと好きじゃないのかな、どう思ってるんだろうっていうふうに、あれっていうふうなところがあったのかもしれないですね。この人の本心はあなたのことを、恋愛関係だったらね、しっかり考えてるよとか思ってるよ、好きだよっていうのは伝わってくるんです。それを自分の本心をね表に素直にとかうまく出していけば、伝わるものがちゃんと伝わっていくのになっていう、少しもどかしいような関係性です。恋愛関係じゃなかったとしても、この人が本当に思っていることを今出せていないのかもしれないですね。思っていることがあったとしても見えづらいんですよね。自分の中でうまく消化しようとしているところがあるのかもしれない、このお相手が。そして2人のバランスで見ていくと、やっぱり揺れるっていうのが入ってくるから、相手が何を考えてるのかわからないとか、あなたはワールドのカードだからはっきりとしてるんですね。自分がこうしていきたいとか、満たされたいとかね、完成させたいとか、2人の中をうまくいきたい、生かせたいっていうのが出てきているんですけど、そこに対してね、どうですかね、少し一人の時間持ちたいなとか、あなたと同じ熱量じゃないかもしれないなっていうのは入っています。でもね、このお二人にとってかなりそれぞれがね重要な立ち位置にいるんじゃないかなって思うんですね。合わないからもうさよならとかにはねならないようなご縁を感じてるんじゃないかなと思います。そしてこれから先、このお相手の動きとしてチャリオットのカードが入っているので、この人から何かしらのアクションが分かりやすく出てきます。でこの人全部大アルカナでここ3枚ね出てきてるんですよね。なので相当な意志や覚悟とか思いっていうのを秘めているはずです。その思いをこれから表に出してくる動き、アクションっていうのが見られると思う。そしてこのテーマである家のカードは落ち着いた関係性や家族、ここのワードにかかってくるかなと思います。交際している方で結婚を考えているんだけど、相手の方がいまいちねパッとしないっていうことでがっかりしているっていう風に見ることもできますし、または家族っていう存在で、あなたが落ち着いた空間、落ち着いた関係性とか、自分がくつろげるようなそんな家庭を作っていきたいとか、家族関係でいたいと思ってるんだけど、相手の方がいまいちわからないとか、今何か抱えてることがあるのかもしれないし、どうなんだろうっていうところで気持ちが揺れるっていうのが入ってきますね。ということでアドバイスカードはこのペンタクル8です。これね、毎日毎日誠実に取り組んで励んでいくんですよっていう道を極めていきましょうねっていう風なアドバイスなんです。つまりは2人の関係性ここで終わらせないで、これからも丁寧に紡いでいってくださいって、少しずつでもあなたが取り組んでいくことで、ここは前進、一歩前進、二歩前進っていうところにつながっていく。やがて長い目で見た時に大きな結果、実りとしてあなたの手のところに返ってくるでしょうっていう風に感じることができるでしょうっていう風に言われてるんですね。どうでしょうか。あなたの中では譲れない何かっていうのがあるんじゃないんでしょうかね。お相手との関係性においてここだけは絶対に引けないっていうところあるのかな。でそしてお相手に反発する一方で、どこかね魅力的に感じるところもあると思うんですよ。なんでそう考えるんだろうとか思う時もあるけど、時々ねこの人みたいになれたらいいなとかって思うところも実はあるんじゃないかなと思います。では、アドバイスカード追加でルノルマンカードを引いてるので見ていきましょう。愛情を表すハートのカードが出てきました。
あなたの誠実な思いをやはりここもね紡いでいってくださいっていうのが出てます。ハートだから愛情のカードだから、やっぱりこう恋愛関係とか好きな人で見てる方が多いのかもしれないけど、でもその恋愛関係じゃないですって、実際に対人関係で付き合いづらい人がいるんですよっていう方だとしたら、あなたのそのお気持ちを相手に伝え続けることっていうのがあるんです。嫌な気持ちをぶつけるんじゃなくて、自分がどうしていきたいのかとか、この人と何が譲れなくてね、どんな関係性を築いていきたいのかとかっていうことを丁寧に優しく伝え続けていくことによって、この人が動きね変わってくる可能性が大きく出てきますよっていうのが出てますね。はい、あなたの気持ちを込めてこれから毎日ね過ごしてくださいっていうアドバイスでした。そしてこちらお選びいただいたカードとオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらのカードからもらっていきましょう。はい、こちらのカードですね。なんかこう心を背中を押してくれるようなメッセージをもらっていきましょう。自分自身のクリエイティブなエネルギー楽しんでいきましょう。あなたの心から生み出される気持ちとかね、これやってみたいなとか、こうやってやっていきたい、描いていきたいなって思うものを形にしていきましょう。あなたの心の中にはエネルギーが詰まっています。エネルギーっていうのはポジティブなエネルギーです。それを形にしていきましょう。そして楽しくワクワクするような考えや、そして意識というものがあなたの中を駆け巡り、あなたはそれを受け取り、そのアイディアをそのまま現実化させていきましょう。願いを実現化させていく時です。で、今回は対人関係で見ているので、この人とどんな距離感でいたいのかとか、どんなお付き合いをしたいのかっていうのを現実化、実現化させていく時ですよっていうふうに言われています。思いを形にする時です。はい、それではこちらお選びいただいたオラクルカードはハーモニー、調和を表すカードです。美しい調和をこの人と奏でていきましょう。そしてプラス安らぎ、あなたのインナーチャイルドに安らぎをもたらしましょう。あなたの心を穏やかにさせて、そして内なる声に耳を傾けると、自分が本当にやりたいこと、相手との距離感、相手とどのように向き合いたいのかっていうものがね、見えてきます。そしてあなたの魅力とかエネルギーっていうのもまだ眠っている状態なので、それを目覚めさせましょうというメッセージがあります。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。で、今回は付き合いづらい対人関係についてというのをテーマに見ています。お相手の本心、動き、あなたとのバランス見ていきましたので、お受け取りいただけるところお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは付き合いづらい対人関係について見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカード、申し訳ありません、ルノルマンカードを使って、今の現状に対しての1枚、テーマとなるものを1枚もらっていって、そしてタロットカードを展開していきます。まずこちらですね。そして先にタロットで展開していきます。ではこちらのハーモニアスタロットで8枚カードを出していきます。こちらであなたの現状本心、お相手の現状本心と今の相性っていうところ、そして2人がうまくいかない原因、そしてお相手の今後の動きどうなのかなっていうところ、最後にアドバイスをもらっていきます。なかなか向き合いづらいな、付き合いづらいなと思っているお相手、まず見ていきましょう。
そしてこちら、ルノルマンカードからアドバイス1枚もらっていきます。はい、そうですね。アドバイスは出てきています。ここです。ソードの9番、悲観的にならないでっていうことですね。で、アドバイスこちら後でめくっていきます。はい、では早速テーマカード見ていきましょう。31番、太陽のカードですね。あとその他のねカードも見ていると、やはりねここは、パートナーシップっていうところが出てきているので、好きなお相手、交際相手、パートナー、もしくは恋愛以外であなたの相棒となるような、もうかけがえのない唯一無二だって思えるような相性のいいお相手なんじゃないかなと思うんです。大親友とか仕事ビジネス上でもとても大事な重要な、お互いそれぞれを必要としているような存在なんじゃないかっていうのがね伝わってきます。はい、この2人で大きなねことを取り組んでいるとか、恋愛だとしたらね2人でこれから先明るい未来にしていきたい、そんな関係性だったんだっていうのが入ってくるんですね。一つはその恋愛関係にしても、その人生のねビジネスパートナーとか重要な役割を担ってる相手にしろ、あなたにとってはかけがえのない存在で、今も現在お付き合いというか交流があるよっていう方と、もう一つはもうすでにねこの好きなお相手だったんだよっていう過去形になっている方と、2パターンあるかなというふうに読みます。あなたにとってはとても大事な存在だった。でもいろんなことがあって、衝撃に近いようなことだったかもしれない。急展開を表すところがあなたの現状に入っているので、あなた自身の環境かもしれないし、この人との関係性をこれから紡いでいくにあたって、少し難しい厳しいなって思うようなことが突然現れたとか、テーマとしては付き合いづらい対人関係として見ているので、その流れでお話ししていくのであれば、アタックしたんだけどうまくいかなかったとか、自分でこれからアプローチしようとか流れを変えていきたいって思っていたんだけど、向こうには例えばあなたと恋愛成就できないような理由があったとか、そういうようなことも入ってくるんですよね。で、恋愛で今メインでお話ししてしまってるんですけど、仕事のパートナーかもしれないんですよね。あなたにとって重要な存在ですね。自分たちで成功を収めたい、会社を立ち上げた、2人でやっていこうっていうふうに思っていたこの信頼関係が危うい危機になっている可能性もあるなっていうのが感じます。そして今2人の関係性バランスっていうのを見ていくと、ペンタクルページなので、もしね今関係性が不安定とか落ち着かないっていう方だとしても、基盤はしっかりできているので持ち直し可能です。大丈夫だよっていうふうに言われてる。そしてそうですね、先ほど言った過去、この人のことが好きで、だけど諦めなきゃいけなくなっちゃって、もうここからね自分は未来を向いて歩んでいかなきゃなっていう人に対してはね、そうですね、この人とのご縁をどうやって紡いでいこう、これから先付き合っていく、お友達としてね付き合っていくのかとか、ビジネスパートナーのね信頼関係を一回壊して、ある程度距離を置いてこれからもねご縁を紡いでいくのかどうしようかなっていうところにいる方々にとっては、ここは少し難しい選択になってくるかなと思いますね。この人が今どういう心境なのかなっていうところも関わってくると思います。本心はここね2番のカードで、やっぱり調和とかバランスとか、そういうところをこの人ずっと出し続けているので、多少自分がこらえるところがあっても、これからもあなたとつながりは持ち続けたいっていうことが言われてるんですよね。
で今すごくこの人とやりづらいなって思っているのを前提でお話ししていくので、あなたとしてもこの人が何を考えているのかとかどうしたいのかっていうのをしっかりと見極めたいなっていう気持ちがあるんですね。このドタバタしている環境に適応していかなきゃなとか対応していかなきゃなっていうこともあるし、この人の気持ちちゃんとしっかり見抜かなきゃなっていうふうに思っているところがあるから、これから長く付き合っていけるのかどうかっていうのを見極めている最中の方もいると思います。そうですね、バランスとしてはね、ここそんなに悪くないんですよ。しっかりと向き合って対応していけば、落ち着いて対応していけば響き合えるような相性だと思うので、じゃあ今の現状があまりうまくいっていないことがある、出来事の変化があるから環境が大きく変わっちゃったとか離れた遠距離になったっていう方もいるかもしれないし、今このビジネスパートナーと成功を約束したつもりだったんだけど行き違いが起きてるのかもしれませんしね。はい。では、2人がねこのうまくいっていない原因として、ここもねワンドのキングのカードが入ってるんです。トップを目指して頑張ろうねっていう風に誓い合ったんだけど、なかなか成功までたどり着けないぞとかですね、あとどちらかのバランスの問題ですよね。ここはあくまでもねお相手側はバランスっていうところをね主張してきてるんです。あとはね、あなたがどうやって判断していくのかっていうところで、2人のバランス一緒にやっていこうねって、二人三脚でやっていこうねって言っていたはずが、いつの間にかね遠のいていたとか、そうも言ってられないような今の現実現状っていうのが出てきてるのかなとも思いますし、あとはここね広い気持ちでお互いのことを受け入れづらいような現状原因っていうのもあるのかなっていうのも入ってます。ちょっと揺れちゃったりとか、誠実な交際っていうところ、交際というか対人関係でもね誠実にしっかりと育んでいきたいと思っていた最初の頃と比べて甘えが見え始めてしまっていたり、どこかぐっとね我慢するようなところが出てきたりとかっていうところもあるのかもしれないですね。相性そのものはすごくいいと思うんですよね。この太陽のカードキーワードで出てるので、じゃああとはなんか自然の流れでご縁があったお二人なんじゃないかなとも思うし、恋愛関係じゃなかったとしてもですよ、人としてのご縁がちゃんとあったのかなとも思いますしね。何か長い年月ずっと付き合っていけるような方だと思うんですね。ただそのね現状的にはね、相手の方から本音をちゃんと聞き出したいなっていうあなたの本心っていうのも出てきてるし、だからといってね相手がじゃあ今辛い思いしてるのかとか嫌なこと言ってきてるのかって言ったらそうではなさそうなんですよね。ということで、先ほどお伝えした2パターンのうち1つね、今現在もこの方と交流しているっていうパターンと、もう1つは好きだった人でも過去形になってしまったパターンと、過去形になってしまった方については少しね心苦しいところはあるんだけど、この人とのご縁をきっぱりと断ち切るのかどうかっていうのがあなたの中の今の考えてることだから、それじゃどうするっていうことでネガティブに捉えずに自分で明るい未来を目指して選択してくださいねっていうアドバイスです。そして今もね現在交流があって、これからどうやっていこうかって信頼し合ってるから、このまま長く交際していきたいよって、交流していきたいよっていう方については、広い目でお相手を受け入れる気持ちだったり、お互いそうですよね。相手に対しても言えるんですけど、お互いがお互いのことを認め合って受け入れ合って、そしてこのご縁をね大切に育んでいくんだっていう気持ちを忘れなければ、また立て直しが可能になってきます。あまり悲観的に捉えないでねっていうアドバイスと、お相手のこれからの動き、カップの4番なのであまり変わり映えはしないよっていうところだし、今の現状維持っていうのをアピールしている可能性もあります。今のままでいたいとか、あとはここにねさらに色を足すことは今最近の流れとしてはあまり見せないのかなと思います。
だから今の距離感のままかなっていうところですね。この人から好意的な何かを見せてくれるとか、例えば仲直りしようとか仲良くしようよとか、何かね好意的にアプローチしてくるのかって言ったらそうでもなくて、だからといってあなたに対して攻撃をするっていうわけでもなくてね、この人の中ではこの人の中で今のままの距離感でっていうのがね入ってくるかなと思います。だからあなたも悲観的に捉えちゃったり、どっちなのっていうふうに思う時もあるのかなと思うんですね。優しさが見えないよとか、よくわからないとか、優柔不断に見えるってこともあるかもしれないですね。この人の中で理由あって今のバランス、距離感を保っているっていう可能性もあります。どこまでそれを自分が信じて見抜いていけるのかとか、真実を見た後にどう判断するのかってこともそうだし、たとえ真実が見えなくても、じゃあこの人との気持ち、自分がどうしたいのかっていうところ、その原点に立ち戻っていくのが一番大事かなと思います。悲観的になりやすくなっている時だから、まず落ち着いてねっていうのがここで入ってますね。で、アドバイスカードもう1枚です。29番淑女、あなた自身を表すカードです。自分の心の声ですね。心のエネルギーとか、これをまずバランスを保つことで、自分の軸で判断していく、見極めたいっていうカードが入ってますから、いろんな人のアドバイスをもらったりとか、この人がこんな風に言ってたよとか、こんなこと考えてたよとか噂で聞いたとしても、今自分が判断する材料っていうのが揃ってると思うから、周りの声にも耳は傾けるんだけど、最終的に決めるのはあなた自身だから、あなたがどう判断するのかってところで、あなた次第だよっていう風に入ってきます。自分軸ってしっかり持ってねって、周りがこの人のことについてああだこうだって言っていたとしても、それももちろん判断材料の一つとして入ってはくるけど、でも自分の軸は忘れずに、この人とどう向き合っていくのかっていうのを決めてくださいねって言われています。そしてオラクルカードももらっていきましょう。でもね、2人のテーマとしては太陽のカードなので、太陽ってすごく明るくてポジティブで元気、活力がある、成功を約束するようなカードなので、何かお約束していることがあって、それが今ね滞っているからどうしようかなっていうふうに思っている方だとしても、この人と一緒にいると成功っていうのが入ってくるんですよね。やりづらい相手だなって思ってるのかな、果たして本当にそこまで思っているんだろうかっていうのが伝わってきますけど、確かに距離を置かれてるような感じがするっていうところも一部ね見えるかもしれないけど、じゃあこの人がはっきりとあなたに攻撃的な態度をとってるのかとか、嫌いだっていう風に言ってるのかって言ったらそうでもないような気がするんですよね。でそしてうまくいっていない原因として、やっぱり思いやる気持ちとかね、そういうところ通い合わせる気持ち、相手を認めるとかお互い認めていく気持ちっていうところがまだ少しね、ここが課題点として残ってるので、もともとあると思うから、今それが見失いかけてるのかなとも思うんですね。ではメッセージもらっていきましょう。あなたは経済的な成功を思い切って受け入れましょうっていうメッセージですね。自分にとって成功だって思えるようなことね、受け入れてください。そしてお金のカードです。お金は単なるエネルギーであり、このエネルギーをあなたの役立つことに変えてください。で、どれぐらい自分がお金を持っていくか、自分にはどれぐらいお金を持つことがふさわしいと思っているか、どう考えているかによって変わってきます。今物質的な豊かさ、お金っていう言葉で言い換えられていますが、物質的な豊かさっていうのを違うエネルギーね、ここカップ、気持ち、感情っていうエネルギーに変えていけるんです。どれぐらい気持ちを持つのか、どれぐらい目に見える形のものを追い求めていくのか、そしてどれぐらいのバランスでいればいいのかっていうのは、あなたがこれから自分でこれがね、今の私の基準だって思うように決めていくんですよっていうふうに言われていますね。で、成功をつかみ取っていきましょうというメッセージ。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。アルケミストのカードですね。あなたの心の中に強さと
力の火花を灯していきましょうというシンプルなメッセージです。成功を祈って、そしてそれを実現化させるために自分の心の中に強さ、そして判断力の火花を散らしていきましょうっていうことですね。今必要なのは決断とかね、強さ、心の強さっていうところかも、自分軸ってところかもしれません。ぜひこちらもお受け取りください。今回は付き合いづらい対人関係についてというのをテーマに見ています。2番の方はそうですね、カード全体的に見ていても恋愛対象の方も入ってくる、関わってくるかなとも思いますし、恋愛関係じゃなかったとしてもあなたにとっては重要な人物との間で今悩まれているのかなと思いました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきますので、よろしければ高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは付き合いづらい対人関係について見ていきます。よろしくお願いします。まずはレノルマンカードを使って、お二人というか対人関係ですね、今対象となる存在の方との間のテーマとなるもの1枚もらっていきます。ね、一人かもしれないし集団かもしれませんよね。はい、その方々とのテーマです。ここを今一度伏せておきます。そして後からまたアドバイスもらっていきます。そして次はこちらのタロットカードから8枚もらっていきます。あなた、お相手、それぞれの現状本心で今のバランス、関係性っていうところとうまくいっていない原因、そして相手の今後の動きとアドバイス、それぞれもらっていきます。はい、まずあなたの現状、そしてそうですね、こちらがお相手ですね。そして2人の関係性バランス、あなたの本心、お相手の本心、うまくいってない原因、そして相手の動き。はい、そしてアドバイスカードです。相手の動き、カップの2番ですね。そしてアドバイスカードをレノルマンでもらっていきます。そうですね、ただお相手の現状が今ソードの10で、真っ暗闇の中にいるっていうのがね入ってきていますから、なんかかなり傷つくような出来事とかショッキングなことが今あったんじゃないかなっていう現状です。で、お相手の本心的には気持ちの切り替えがなかなかできない、これですね、気持ちの切り替えがなかなかできないだったりとか、なかなか過去から抜け出せないとかね、そういうことも入ってきますね。はい、では見ていきましょう。そうですね、あなたの方はペンタクルキングなんですね。安定を求めていたりとか、そうですね、お相手を守りたいとかね、そういう気持ちもあると思う。そしてこの2人をね、つなぐものというかテーマになるもので棺のカードですね。ここもね一旦終わるっていうソードの点、そして同じく終了を告げる棺のカード、すごく仲が良かったんだけど関係性が解消されたというか終わってしまったっていうのがうまく言葉としてしっくり馴染むかもしれません。そうですね、お相手の方からそうですね言われたのかもしれないし、であなたの本心のところにワンドの5番なのでかなり葛藤していたり、そうですね対立していたりとか、気持ちがまず落ち着いていないっていうところで少し不安定ですねっていう風に入ってきますね。このお相手に対してイライラしたりとか、
なんかこう憂鬱になっちゃったりとか、お相手のこと考えるとあまりこう明るい気持ちではないかなっていうのが入ってくるし、2人の今のバランス的にはソードのないと、こうどっちかがこう突っ込んでいっちゃったんじゃないかなっていうことも考えられます、一つとして。あとは方向性の違い、進みたい方向性が違ったとか、対立しちゃったっていうことですね。でかなりあなたの方はイライラしていたりとか、落ち着かない気持ち、本心っていうところがあります。現状としてはあなたはこのお相手ほど辛くはないんですよね。なんかひどくね自分が言われていて嫌な気持ちになってるとかではなくて、付き合いづらいのは確かに付き合いづらいけど、そうも言ってられないよねとか、自分の立場もあるし生活もあるからこれを確保しなきゃいけないからやりづらいけどやっていくしかないかなとか、でも本心で言えば付き合いづらい、少し面倒くさいなっていうふうに思っているところもあるかもしれない。でもやるしかないよねっていう風なスタンスが見えていますし、これからのお相手の動きとしてカップの2番が入ってくるから、ここハーモニーですね、美しく調和していくっていう、パートナーシップを表すカードです。なのでもうこの人とはもう無理だっていうふうに思っていたとしても盛り上がってくる可能性があるかなと思います。この人があなたに見直してもらえるチャンスっていうのをつかむ可能性があるかなっていうふうに見ますね。そしてうまくいっていない原因に、ペンタクル10です。つまりはチームワークがうまくいかないとか、この人がいると周りのバランスが悪くなるとか、長く続いていかないっていうのがあるから、なんかルールにとらわれない方なのかもしれないし、あなたがこうやって守ってやっていこうねって決めたことに対してこの人が破ってしまったのかもしれなくて、あなたがご立腹しているのかもしれないですね。だからこうやってやろうって言ってたじゃんとか、周りのルール、会社のルールでこんなルールがあったのにそれに反してるよねっていうことがあったのかもしれないし、この人のことを自分は面倒見なきゃいけない立場だから、やりづらいけどやっていくしかないよなとかね、どうやったらうまくやっていけるかなっていうふうに考えている、これがまず原因ですね。長く仲良くやっていけるか、円満にね続いていけるかどうかっていうのがここまず課題として入ってる。そうですね。そしてこの人がこれからの動きとしてあなたの期待に応えてくれるような動き、周りとの調和とかもそうだし、あなたとの信頼関係を盛り上げていくのもそうだし、この人の動きを見てからっていう風にね入ってるかなと思います。アドバイスカードはワンドの2番です。で今の現状で満足せずにね、改善点多分見つかると思うし、あなたの中でもこうした方がいいんじゃないかとかね、いろいろ口出したくなっちゃうような相手だと思うんですよね。そこについてもどうしたらいいかな。36番クロスのカード、ここはかなり課題だよっていう風に言われてます。あなたが背負っていくもの、この人を背負っていくようなお気持ちね。で背負いながらさらに次のステージへっていうところで、切り替えましょうねっていう感じかな。いつまでもこの人のことでイライラしたりモヤモヤしたり、なんかねうまくいかないかなとかって思っていても、そこでずっととどまっていても、しょうがないから、背負っていきますかっていうところで割り切ることが必要になってくるのかなと思いますですね。そうですね。あなたが導いていく側なのかもしれないしね。難しいな。この人を抱えながら自分の成功とか立場とかっていうのもね守り抜いていかなければいけないので、かなり苦戦する相手かなとは思います。でこの人の動きでカップの2番が出てるんですけど、この人なりにね周りとうまく調和していこうとか、あなたとうまくやっていこうっていう姿勢は見せてくれると思うから、あとは目的意識を一緒にね共有して、ここに向かってやっていくんですよってことを共有していければ、あとはうまくいくのかなと思うけど、この人の気持ちをねメンタルのケアをしてあげなきゃいけないなっていう風に感じているところがあるんじゃないかなと思いました。ではオラクルカードからこの今後のお付き合いの仕方についてアドバイスになるようなことをもらっていきます。
もしかしたらねこう怒られちゃってシュンとしているような今のお相手の現状があるのかもしれないですね。気持ち的にもなかなかすっきりしないとか、切り替えていけばねこの人もうまく立ち直っていくんだけど、切り替えがうまくできない方なのかもしれない。見てる方向が今お互いそれぞれ違うところ見てるかもしれないですね。見ていきましょう。あなたには変化を起こす力があります。あなた自身が作り出す習慣、そしてある種の方には何らかの役目があります。あなたがね何かしらの役目を担っていると思いますね。あなたが今立ちたいと心で決めると、それをサポートする流れが生まれてきます。何か断ち切りたいものがあるのでしょうか、ね、このお相手の本心もね切り替えのスイッチ、断ち切る必要があるよっていう風に出てきていますけど、あなたのところでも何かを断ち切りたい気持ちが出てるのかもしれない。で、自分の中で断ち切るんだっていう風に決めれば、周りの流れとして全体的にあなたをサポートする流れになっていくので、あなたが一体何を断とうと決めるのかどうか、それはイライラする自分の気持ちを落ち着かせたいね、この、不安定な気持ちを鎮めたいっていうことかもしれないし、相手との付き合い方や距離感っていうことでこう距離を置きたいとかね、そういうことを考えてるのかもしれないし、あなたには今変化を起こす力があるから、その変化へ向けて動いていきましょうということで、あなた軸で動かしていっていいと思います。この人の軸になって何か物事が動いていくというよりは、あなたの方から動かしていく力の方が大きいかなと思いますね。で、断ち切るっていうワードが入ってるので、変化していく中で何かを断ち切って何かを新しく生み出していく、今そういう流れが来てるんだと思います。で、断ち切るっていうとこの人とのご縁っていう風に感じてしまう方も多いかもしれないけど、ご縁だけじゃなくてね、違うところに目を向けたら断ち切るものが本当に出てくると思います。自分の心の中の葛藤なのか、方向性なのか、それを軌道修正するのかとかね、そういうところが生まれてくると思います。見えてくると思いますね。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージです。シャーマンのカードです。まず、月のエネルギー、そして宇宙のエネルギーを受け取りましょうというメッセージですね。宇宙がサポートしてくれます。はい、自然の力があなたをサポートしてくれます。そしてイライラしたり落ち込んだりとかどうしようって悩んでる時、まず歌を聴いてください。歌いましょう、踊りましょう。月の光に照らされて、あなたが今表現したいことを表現してください。歌う、踊る以外にも文字を書くとか、そういうこともできると思います。こうね、月光浴をしながら、月を眺めながら、ふと何かやりたいこと、その時ね、やって落ち着きたいことをやりましょう。はい、というメッセージが入ってきていました。そうすると、より宇宙のエネルギーというのを受け取りやすくなっていきます。で、宇宙のエネルギーを受け取りやすくなるとどうなるのかって言ったら、この変化を起こす力へとつながっていきます。はい、まずは月を眺めながらゆっくりとした時間、好きなことをやってくださいというメッセージでした。今回は付き合いづらい対人関係について見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。付き合いづらい対人関係についてというテーマを初めて取り上げさせていただきました。今お付き合いしづらいなとか苦手だなと思っている相手に対してどうしていけばいいのかなっていうのを見ていきました。そして向こうがどう思ってるのかっていうところもね、掘り下げて見ていきました。何かの参考になれば幸いです。そしてこの苦手だなと思ってる相手で、これから関係性が変わっていく可能性ももちろんあるので、今うまくいかないけど、もしかしたらこの先ね、
ぐっと変わってうまくいくような関係性になるかもしれないし、距離を空けることによって意識しなくてもね存在感が薄れていくような、そんな仲になっていくのかもしれないし、これから先変わっていきますから、今ご自身の心を穏やかにさせることっていうのを一番に考えてください。今自分が自分らしくいられるためにっていうことでね、自分をガードすることを一番に考えましょう。相手に振り回されていると自分らしくいられなくなってしまうので、無理して相手に合わせなきゃいけない場面もある、仕事上の付き合いとかね、そういうのがあれば嫌でも関わりを持たなければいけないので、なんとなくでね済ませておこうとかね、そういうこともあると思います。では今回はこちらの How to Love Yourself カード、こちらのオラクルカードより共通でメッセージをもらっていきます。今回は選択式ではありません。3枚カードをもらっていきます。その3枚から合わせて共通メッセージをもらっていきましょう。はい、では見ていきます。まず最初です。あなたはかけがえのない存在です。ありのままの自分を大切にしてください。そしてあなた自身を十分に愛しましょう。呼吸をする権利を得なくていいのと同様に、人の愛を無理して得ようとしなくてもいい。人のご機嫌を無理して取る必要はありません。自分自身を大切にしてください。そして自分のすべてを受け入れていきましょう。嫌だなとかうまくいかないなとか、逆にねこういう自分が好きとかこういう風にしたいとかね、そういうことも全てまず一旦受け入れて、その後にねどこを良くしていけばいいんだろうって自己改善へ向けてプロセスを楽しんで踏んでいきましょう。自分を変えていくことっていうのは終わりがありません。永遠と続いていきます。この過程を楽しんでください。より良い自分になっていくためにはっていうのを常に探求し続けて、時々休みながら自分の心に耳を傾けながら、立ち止まっても大丈夫、立ち止まってゆっくりしたらじゃあまた歩いていこうっていう、この繰り返しを楽しんでくださいっていうメッセージ。そしてあらゆる良いことを心をオープンにして受け入れてください。心を閉じてしまっていては良い流れも入ってきません。そして喜びと満足、感謝の気持ちというのを受け取って循環させていきましょう。受け取ったものを流していってくださいね。悪いことも吐き出していくし、良いことも誰かのためにっていうことでそっとお渡ししていきましょう。この循環が繰り出されていくことで自分の心が楽になってくると思います。今回はこちらの3枚のメッセージを合わせて共通メッセージとしてお届けしていきました。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。